前回の動画が好評だったようなので、続きを作ることになったよ。長い動画より短い動画の方がいいということなので、3分から10分くらいのものにしたいと思うよ。では早速やっていくよ。さて、パズルは数をこなさないと上達しないよ。盤面の構成については、段差のパターンをより多く覚えていつでも使えるようにしておくのが理想的だね。何が言いたいかというと、基礎的なことは前回の動画で全部話しちゃったってことだよ。今後は整地やその他の細かいテクニックにも触れていくけど、基本的により多くの盤面とその考え方についてひたすら解説していくよ。一つ目は、さっきから映ってるこの盤面だよ。盤面は左半分、右半分に分けて考えるとわかりやすいよ。左の火ドロップと右の光ドロップに注目するよ。火ドロップは左半分の盤面で段差を使って、光ドロップは右半分の盤面で段差を使って処理するよ。左の盤面はこうなるよ。火を上に並べてから、その下に横1列のハートドロップを、その下は縦に2列、闇時のドロップで作るよ。その段差を使って火ドロップを落として処理するという形だね。最後に水ドロップを左に持ってきたら左半分完成だよ。次は右の盤面だね。下に闇ドロップの横連鎖、右真ん中に木ドロップの縦連鎖を作って光ドロップを処理するよ。最後に残った闇ドロップをくっつけるよ。これが完成形だね。実際にゆっくり作ってみるよ。ちなみに、わかりやすいパズルをするために避けてるけど、本当は左下の闇時の縦連鎖を組む工程で、右下の闇の横連鎖を一緒に揃えることができるよ。ある目的のためにパズルをする途中で、次の目的の一部のパズルもやってしまうといったやつだね。手数を減らすテクニックだから使えるようになるといいよ。次、これは最初の数手で4、5コンボ作れる盤面だね。盤面の右半分に注目するよ。こうしたら、こうなるよ。さらにこうすれば効率的だね。この後は残ったドロップを揃えるだけだから説明は省くよ。実際にやってみるね。最初のルートさえ見つけてしまえば、なんてことはない盤面だね。でも、こんなルートを見つけるのに20分かかることなんてざらにあるよ。数をこなしていくうちに試行時間が短くなっていくんだね。練習あるのみだよ。3つ目の盤面だよ。左のハートドロップといえば、みんなもうわかるかな。段差を使うよ。こうなるよ。今回は左にある光ドロップを持ちたいね。理由はこれから説明するよ。光ドロップを持って左の段差を作ったら、今度は画像にある白い線の通りに動かすよ。木ドロップに注目してね。こんな感じになるよ。あとは火と闇を揃えて、最後に光を下に持っていけば、木ドロップが段差で消えるよ。右の段差の作り方は使う頻度が多いから、覚えておくといいね。普段はこういう段差を最初に作るところから始まることが多いよ。今回は光ドロップを作るのが面倒だから持つドロップが違うけどね。今回はここまで。写真を多く使ったから、前よりはわかりやすく説明できたと思うよ。横に離れているドロップが多い時の対処についての質問があったけど、その場合はある程度ご利用しないといけないよ。毎回盤面はランダムだから、いつかは解説できると思うよ。ご視聴ありがとうございました。